1、はじめに、京都大学の北川博教授らのグループが、合金の歴史の始めとされる青銅器時代から5000年という時間をかけて、人類で初めて全ての貴金属元素、8元素を原子レベルで混ぜ合わせて、ナノ粒子合金製造に成功しました。これは、現代の錬金術と言えます。本当の金を作ったわけではないですが、金よりも科学的には有用なナノ粒子合金ができました。例としては、脱炭素社会に必要とされている水素を、現状の水電解法で使用する、白金触媒電極と比較して、10倍以上高い活性があることが確認できましたので、超省エネで、水素製造可能な方向づけを得ています。ここで、触媒とは、化学反応の速度を上げる物質のことを言います。また、AI とロボットを使って、いろいろな新しいナノ合金が、急速に発明されています。用途別に新しいナノ合金が身近なところに使用されるのが待ち遠しいです。ところで、周期表にある単元素は118個です。現状方式の固陽合金では溶け合わない元素もあるので、用途も限定され種類は限られます。ここで、固陽合金とは異なる元素が原子レベルで混ざり合った合金を言います。今回のナノ粒子合金は画期的な製造法なので、基本的には無限大の種類の合金製造が可能です。では、詳しくは内容に移ります。今回は内容が専門的になりますので、用途、課題等に区分するので、興味ある部分へ飛んでいただいて、視聴されるのが良いかと思います。説明欄に目次を入れていますので、興味ある部分をクリックしていただければ、そこに飛びますので、ご利用ください。2、内容。1、元素周期表。1、元素周期表とは、元素周期表とは、物質を構成する基本単位である元素を、周期率に基づいて並べた表です。周期率とは、元素を原子番号の順に並べたとき、物理的、または化学的性質が、周期的に変化する性質を言います。周期表では性質の類似した元素が、縦に並ぶように配列されています。2、周期表の見方。周期表は、横方向の周期と縦方向の属に分かれています。1、周期。周期表の横方向の行を周期と言います。周期数は元素の電子核の数に対応しています。周期が進むにつれて電子核の数が増え、元素の性質も変化していきます。2、属。周期表の縦方向の列を属と言います。同じ属に属する元素は価電子数が同じであるため、性質が似ています。周期表には元素記号、原子番号、原子量、原子配置などの情報が記載されています。3、構成。1、元素記号は元素の名前を表す1から2文字の略語です。2、原子番号は原子核に含まれる陽子の数を表します。3、原子量は元素の原子の平均質量を表します。4、元素の性質は金属、非金属、半金属など。5、元素の物理的な性質は密度、融点、沸点など。6、元素の化学的な性質は反応性、酸化還元性など。4、元素の分類。元素は周期表上の位置に基づいて以下のように分類されます。1、金属元素。周期表の左側の大部分を占める元素です。金属元素は一般的に光沢があり、電気や熱をよく通し、点煙性や可塑性があるなどの性質を持つ。2、非金属元素。周期表の右側にある元素です。非金属元素は、一般的に光沢がなく、電気や熱を通しにくく、点煙性や可塑性がないなどの性質を持つ。3、繊維元素。リ気道に電子を持つ元素で、周期表の中央にある元素です。繊維元素は、一般的に金属元素ですが、非金属的な性質も持ち合わせています。4、貴ガス。化学的に安定で他の元素とほとんど反応しない元素です。周期表の右端にあります。5、元素周期表の用途。元素周期表は化学や物理など様々な分野で利用されています。また元素周期表は科学研究や教育など様々な場面で活躍する重要なツールです。1、元素の性質を予測する。2、化合物の性質を予測する。3、新しい元素の発見。4、元素の分析を行う。2、今回のナノ粒子合金を構成する貴金属8元素とは、
1、元素名は、金、Au、銀、Ag、白金、Tt、パラジウム、Td、ロジウム、Rh、イリジウム、Ir、ルテニウム、Ru、オスミウム、Os の8元素。2、通常の雇用合金方法では、この8元素は元素周期表上で互いに隣接し合う元素群ですが、水と油のように混ぜにくい組み合わせで均一に混ぜることは従来技術では不可能。3、主な性質。1、金、柔らかくて安定している。2、銀、電気をよく通す。3、イリジウム、硬くて変形しにくい。金と真逆な性質。4、オスミウム、3000度を超える。極めて高い融点。5、金と銀、安定で不活性。6、金と銀以外の白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウムの副元素、特異的に様々な反応において高い触媒活性を示す。3、ハイエントロピー合金とは、5種以上の元素を原子レベルでおよそ等しい比率で混合した合金を示す。今回の貴金属8元素で構成するナノ粒子合金は、これにあたる。物性電子状態は、構成元素の元の物性電子状態の単純な足し合わせでは表現できない。つまり、周期律表で示される構成元素の性質を単純に足す性質ではないことを意味します。4、北川博教授らの成果。1、製造法の確立。貴金属8元素ナノ合金は、非高化学的還元法により合成しました。攪拌している高温還元溶液の中に、霧吹きで貴金属8元素のナノ合金溶液を噴射することにより、瞬時に同時還元させる。還元により生成した各原子が、溶液内で凝集する過程を保護剤で抑制し、ナノサイズの合金を合成しました。原子レベルで多元素が混じり合う、雇用合金の合成に成功。従来では、原子レベルでは、結子で混合しない合金系での快挙を達成。2、結晶構造と電子状態の確認方法。原子分解の操作透過型電子顕微鏡及び大型放射光施設スプリング8における放射光粉末、X 線解説及び高 X 線光電子分光実験。東北大学金属材料研究所計算材料学センターのスーパーコンピューティングシステム、マスームネ、IMR を用いた第一原理計算により明らかにしました。操作透過型電子顕微鏡観察写真から8元素すべてが各粒子に均一に存在していることがわかる。3、電子状態結果からの結論。結論は全く新しい個性を有する別の原子として生まれ変わったと言えます。理由は原子は異種元素の原子が隣り合い結合することで元の状態と違う電子状態となります。今回8種の貴金属元素が原子レベルで混合するため、原子配置のパターンは粒子を構成する原子数よりもずっと多くなるため、粒子内の各原子はそれぞれ異なる環境となり、一つ一つが違う電子状態を取ることが確認されたからです。4、水の電気分解における水素発生反応触媒活性について、A、白金電極、B、貴金属5種元素のナノ粒子合金、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、C、貴金属8種元素のナノ粒子合金、金、銀、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウム、電極、反応触媒活性、リコー、A、白金、1、B、貴金属5種、2.5、C、貴金属8種、10、C には単体金属では水素反応に不活性な金、銀、オスミウムが今回入っている水素発生反応触媒活性を調べました。本研究の貴金属8元素合金触媒は同様の条件下で水素発生反応において基準とされている白金電極に比べ10倍以上も最も高い活性を示すことが明らかとなりました。ここで特筆すべきことは、単体金属では水素反応に不活性な金、銀、オスミウムが今回入っていること。以前、その金、銀、オスミウムを除く貴金属5種元素の白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウムで製造したナノ粒子合金よりも4倍以上の活性があることです。これは、先ほど説明したように、
全く新しい個性を有する別の原子として生まれ変わっている結果です。そういう意味で、周期律表の説明で、表の位置で元素の推測ができると説明しましたが、ナノ粒子合金は、その法則に当てはまりません。つまり、全く新しい元素を創造したことになります。そういう意味で、現代の錬金術と言えます。5、ナノ粒子、ハイエントロピー合金の可能性について、ハイエントロピー合金は、構成元素が多く、その複雑さから、実験のみで全ての組成を網羅することが困難です。現在は、AI も進化したので、実験と、その結果をまとめ AI で解析し、推論を立てさらなる実験で、その推論を確立していくことが可能となっております。熱的及び化学的安定性と、多種の元素が織りなす、多彩な表面構造を持つハイエントロピー合金は、従来の金属触媒では達成されなかった複雑な高難度触媒反応において、高活性と高耐久性を兼ね備える夢の触媒となる可能性を秘めていて、その開発が待ち遠しいです。3、まとめ。ナノ粒子合金は元素周期表にはない新しい性質を持つ水素製造、排ガス浄化、プラスチック分解など様々な分野での革新的な技術開発につながる可能性。日本が世界をリードする技術開発を進めている。1、ナノ粒子合金で得られる新合金の例。1、低温で高活性を示す排ガス浄化触媒。2、対硫黄非毒特性を有するメタン酸化触媒。3、高活性高耐久性を有する水電解触媒。4、プラスチックをモノマーへと分解して、現在世界的に問題となっている海洋プラスチックゴミの削減に資する触媒。5、多段階で行わざるを得ない酸化と還元を伴う物質変換反応を一段階で行う省エネルギー触媒。これまで実現不可能とも思えていた反応が達成される可能性があります。早くこれらが実現し、エネルギー供給の心配もなく、脱炭素による地球温暖化対策が達成され、地球環境に優しい技術が確立され、持続可能で、かつ豊かな社会が現実になることを信じています。皆さんは、この現代の錬金術ナノ粒子合金についてどう思われましたか？何かコメントがありましたらよろしくお願いします。4、最後に、当チャンネルは、より良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。今回のテーマは、日本が画期的錬金技術を発明。できるのは金ではないが、元素周期表にはない新しいナノ粒子合金が続々と発明されている。触媒効果で水電解による水素製造も超省エネ等。用途は無限大でした。この技術がより良い未来の創造に貢献することを期待しています。このナノ粒子合金が安価に製造できるようになれば、まとめに例を示しているように、豊かな未来が確立できます。みんなで開発技術人を応援しましょう。日本は協調を大切にし、常にウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るくなります。なお、本チャンネルのコンテンツは物事を多角的に分析しできるだけわかりやすくまとめています。お時間の許す限り、他のコンテンツもご視聴ください。登録していただければ好きな時間に確認できますので、ぜひ登録ください。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたら、コメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、高評価をお願いします。また、登録し、通知機能をオンにしていただければ、次回のコンテンツもすぐに視聴できます。それでは、皆様がより豊かな人生を送られることを願って、また次回の動画でお会いしましょう。